こんにちは、ジパング55のタカです。今私は新石垣空港に来ております。今回は以前にも訪問した溝流小浜島を再訪し、改めてご紹介します。綺麗な星空と海をたっぷりお届けしたいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。新石垣空港から石垣港までは直通バスが出ています。時間帯にもよりますが、30分に1本ほど出ています。料金は大人550円で、移動時間も30分ほどです。小浜島には石垣港から船で向かいます。船は2社運航しており、被らないようになっているので、自身の予定に合わせて選んでみてください。ネット予約だと若干安くなる運航会社もありました。当日も空きがあれば購入することができます。直前でも空きがあることが多いので、確認してみてください。クレジットカードや QR コードでも決済が可能でした。港には簡単な飲食店とお土産売り場もありました。おにぎりやサンドウィッチなどが販売しています。石垣島おすすめ観光スポットでもご紹介したマリアシェイクも販売しています。石垣島のみに流通しているシェイクなので、ぜひ飲んでみてください。船は外と室内席がありました。飲食する場合は、外の席に座る必要があります。船は結構大きめなので、乗船人数は多めでした。乗船時間は30分ほどです。大きい高速船なので、そんなに揺れませんでした。心配な方は、酔い止めを飲んでいると安心かもしれません。綺麗な海を見ていたら、あっという間に到着しました。港に着くと、送迎バスが待っています。予約する必要はなく、自身の着いた船の時間に合わせて利用できます。バスは大型なので、乗り切らないことはなさそうです。小浜島港からホテルまでは10分ほどです。バスの中ではスタッフの方から、ホテルや小浜島の説明をしてくれました。前回に比べて、小浜島の説明は少し簡略化していたような気がします。バスの中で封筒が渡され、中にはアクティビティの説明が書かれていました。訪れる時期によって開催されているアクティビティも異なるようです。島民は数百人程度で、野生で生息しているキジの方が多いそうです。朝ドラで一躍有名になったシュガーロードも見れました。サトウキビ畑の間をまっすぐに伸びる道で、撮影スポットとして人気です。ホテルでレンタルできる有料自転車で、島内を回ってみてもいいかもしれませんね。ロビー塔の前にバスが止まり、チェックインの手続きを行います。前に比べてソファーエリアが増えていました。以前はショップがありましたが、今は簡易的なものを販売しているようです。チェックイン時に、女性はフェイスマスクがもらえました。アメニティは必要なものを自由に取っていくスタイルです。隣にはアイスキャンデーがあり、自由に食べれるようになっています。前回はフロントに無料のお菓子もあったのですが、それはなくなっていましたね。シークワーサージュースや三品茶も自由に飲めました。部屋のお水はロビーで補充するスタイルです。バスソルト作りもできました。ラベンダーやローズなどを入れた後にアロマオイルで香り付けをします。ロビー近くにはプールもありました。宿泊する場所に一番近いプールです。温度は温水プールぐらいあったので、少し高めでしたね。ロビー前にある湖も見渡せるようになっていました。浮き輪などは自由に借りることができ、タオルなども置いてありました。それではお部屋に向かいたいと思います。部屋はいくつかのビラに分かれており、一つの建物に3部屋ほどあるようです。部屋まではカートで送っていただきました。溝流小浜島は全室スイートルームになっています。今回はデラックススイートという
リゾナーレでは2番目にリーズナブルなお部屋です。部屋の前には子供用のキックボードもありました。お部屋はこんな感じです。壁の絵が可愛らしいですね。奥には天幕のあるソファーがあり、寝転んでゆっくりできるようになっていました。テレビもありましたが、自然を楽しみたいのであまり見なそうです。作業デスクもあり、結構広々していました。ロビー直通の電話があり、キーケースもありました。ワインリストからワインも注文できます。冷蔵庫にはお水と有料のドリンクがありました。机の中にはグラスやケトル、コーヒーや紅茶がありました。金庫や延長コードも中にありましたね。荷物を運べるバッグもあったので助かりますね。タンスの引き出しには特に何も入っていなかったです。洗面台も2つあり、広々しています。朝の忙しい時間帯は広いと助かりますね。ドライヤーはリファが用意されていました。化粧水や乳液なども置いてありますね。洗面台のすぐ隣はお風呂場になっています。バスタブも足が伸ばせる広々した空間ですね。奥にはシャワーがありました。トイレも新しく広々していました。こちらがベッドルームです。リビングとは別にベッドルームがあるのでかなり広いですね。テレビももう1台ありました。下の引き出しにはパジャマが入っています。クローゼットも広々しており、ハンガーがいくつかありますね。下にはブラシや消臭スプレーがありました。洗濯物干しもあったので水着を干すときに便利ですね。部屋のテラスは腰掛けられるようになっており、外の景色を見れるようになっています。周りは水なんですが、結構暑かったですね。部屋の中にヤモリもいました。ヤモリは家の守り神と言われており、沖縄ではよく見かけます。害はないので、そっとしておくといいと思います。今回はこちらの部屋に1泊します。値段は大人1人朝夕食付きで29,000円です。部屋は広々しており、大人2名で宿泊するには持て余してしまいますね。この部屋はロビーに近いので移動が楽で助かりました。外のテラスは結構暑かったのであまり利用しませんでした。テラスのためだけにわざわざランクを上げなくてもいいかなと思います。前回の違いで言うと、フロントに無料のお菓子があったのですがなくなっていました。地味に楽しみにしていたので悲しいです。フロントでボードゲームの貸し出しも行っているようです。台風や大雨だと楽しめるアクティビティが少ないので、そういった貸し出しは助かりますね。リゾナーレ小浜島は結構広く、カートや電動キックボードで移動が可能です。宿泊エリアにはスパ、レストランなどがあります。ビーチエリアには20分おきにバスが運行しています。時間が合わない場合は電動キックボードで移動してもいいかもしれませんね。お部屋は他にもジャグジーがついたものや専用プールがついたものもあります。ご自身の目的に合わせて選んでみてください。それでは館内の紹介をしていきたいと思います。まずはロビー近くにあるスパ棟です。休憩スペースやお水、コーヒーなどのドリンクがいただけます。貸しドレスもあり、自由に着ることができました。男性用の借り湯紙もあったので、滞在中はずっとお借りしてました。近くにはサンダルや帽子などの簡単なグッズも販売していました。自動販売機もあり、コンビニのない小浜島では助かりますね。2階はスパエリア、奥はシャワールームになっています。洗濯機や乾燥機もあるので、濡れても安心ですね。シャワールームはチェックアウト後も利用が可能です。シャンプーやボディーソープもあるので助かりますね。バスタオルもあり自由に使えました。
洗面台もありましたが、1箇所しかなかったので、人がいると使えないかもしれませんね。電動キックボードは同意書を記入し、説明動画を見ると乗ることができます。ステーションや部屋の前で乗り捨てて OK で、18時を過ぎるとスタッフが回収するそうです。ビーチまでは決まった時間にシャトルバスが出ています。車で5分ぐらいの距離で歩くと結構あるので、何かしらの乗り物に乗ることをお勧めします。ビーチに向かう途中にはキンガハラハンモックがあり、寝そべりながら星を見ることができます。以前訪れた時に星空が素晴らしかったので、今回再訪を決めました。ビーチはプライベートビーチで宿泊客のみ利用していました。白い砂浜と青い海が映えますね。ビーチで海を見ると南国に来たんだなと実感します。時間帯によって絶景ビアガーデンを開催しています。こんな感じで海の中にベンチがあり、海を見ながらビールを飲めます。ただ日差しが強いので正直結構暑かったです。海はかなり透明度が高かったです。小さい魚であれば結構泳いでいました。砂浜には小さなヤドカリがたくさんいました。可愛らしいですね。このビーチは午後の干潮時はかなり水が引くので遠浅になります。膝下ぐらいまで水がなくなるので小さいお子さんでも遊べると思います。泳ぐのであれば海が満ちている午前中がおすすめです。木の木陰にはベンチやハンモックもあり、海を眺めることができました。ビーチのそばにはインフィニティプールがあり、海水浴以外も楽しめます。プールのそばには本を読みながらお茶ができるカフェがあります。旅行や沖縄、星の本が多かったですね。中はそんなに広くないので少し混み合うかもしれません。カフェではドリンク、簡単な軽食を販売していました。ビアガーデンではノンアルコールも販売していたので、気になる方は試してみてください。ガジュマル広場では木の下が木陰になっており、涼めるようになっていました。直射日光に当たらないだけでも随分涼しいですね。ハンモックやベンチに座ってゆっくりしてみるのもいいかもしれません。近くにはテラスもあり、上に登れるようになっています。ソファーベンチがあり、綺麗な景色を見渡せます。ここも気持ちよかったのですが、日差しが強いので夕方に来るのがいいかもしれませんね。夜は安全に考慮して登れないようになっていました。それではカフェで泡盛アカデミーが開催されていたので参加してみたいと思います。泡盛について学びながら飲み比べすることができます。泡盛3種類と黒糖、クリームチーズ、サラミがおつまみとして提供されました。30分の体験で最初の10分間泡盛を紹介してくれます。泡盛は15世紀に琉球王国とタイ王国の交流の中で生まれたそうです。ウイスキーが16世紀、ブランデーが17世紀に生まれたらしいので、より古い歴史を持ちます。琉球王国時代は許された地域のみで泡盛が作られていましたが、王国の終焉とともに県内に広まったそうです。泡盛の由来は度数の高いお酒ほど注ぐと泡が立つのでそこから来たという説や、当時の原料である泡から来たという説があります。泡盛は大米を蒸し、黒麹菌と酵母を入れて発酵させます。その後蒸留し、完成したお酒を熟成させて泡盛になるそうです。泡盛の特徴の一つはお米にタイ米を使っていることです。タイ米は日本米より細くて細かく混ざりやすいため、暖かい気候の中でお酒作りするには適したお米だそうです。泡盛は癖があるイメージを持たれる方も多いと思いますが、黒麹菌が独特な風味を出しているからだそうです。
泡盛の銘柄も紹介してくれました。制服は八重山地方でベーシックな泡盛です。居酒屋さんに行くと大体置いてあるそうです。白百合は癖が強く、石垣島の家族経営の酒蔵で作られているそうです。島うららは日本米を使って作られているので、日本酒に近く、フルーティーで飲みやすいそうです。泡盛の古酒も飲ませていただきました。熟成を3年以上したものを古酒というらしく、お値段も少し高くなるそうです。味は確かにどれも違いましたが、美味しかったですね。最初は味見程度にストレートで飲みました。その後は水割りやロックなどでいただきます。泡盛を実際に飲みながら、歴史や作り方が学べてとても勉強になりました。お酒が気になる方は試してみてください。他にも黒糖食べ比べ体験やマリンスポーツのアクティビティなどもあります。マリンスポーツのアクティビティは以前まとめて紹介しているので、そちらを参照してみてください。部屋近くの橋からは綺麗な景色を見ることができました。池に空が反射して幻想的な光景でしたね。それでは夕飯を食べに行きたいと思います。夕飯はレストランでビュッフェ形式です。美味しそうな料理がたくさん並んでいますね。サラダ、冷製パスタやカプレーゼ、鶏肉を使った料理なんかがありますね。サーモンやベーコン、クルトンもあります。漬けマグロ、もずく味噌汁なんかがありますね。ミネストローネもありました。唐揚げ、ニョッキのクリーム煮込み、パン、カレー、温野菜、ローストポーク、沖縄料理なんかもありました。ラフテー、お団子のようなもの、ゴーヤチャンプルがありました。こちらはチキンですね。オープンキッチンでは、グルクンの揚げ物やローストビーフがありました。デザートも充実しています。マンゴータルト、チョコケーキ、おしるこ、わらび餅、紅芋ケーキがあります。そしてマリア牛乳を使った小浜島ソフトにいろんなものをトッピングして食べることができました。ドリンクはワインが多かったですが、オリオンビールや泡盛、カクテルなんかもありましたね。ソフトドリンクは三品茶やグアバジュースがあります。ホットのコーヒー、紅茶、日本茶もありました。座席数はそんなに多くなく、時間予約制でした。当日空きがあれば、時間変更も可能です。料理はどれも美味しかったですね。ただ料理の種類自体はそんなに多くなかった気がします。ドリンクも以前は5種類くらいありましたが、だいぶ少なくなっていましたね。宿泊されている方で席は埋まっていましたが、奥入瀬渓流ホテルほどは混雑していませんでした。終了時間は決まっていないので、ゆっくり食事できると思います。リゾナーレ小浜島といえば、朝食のフレンチトーストと小浜島ソフトが名物です。以前からご紹介しているマリア牛乳を使っているソフトクリームなので、濃厚でとても美味しいです。ぜひビュッフェで食べてみてください。夜になると、ロビーにハーブティーが置いてありました。カモミールやハイビスカスなどがあって、いい香りです。先ほどのドリンクを持って、夜のビーチに来ました。昼間とは違った光景で、幻想的ですね。そして綺麗な星空を見ることができます。iPhone なので分かりにくいですが、かなり星が見えました。今日は若干雲が出てしまったので、はっきりは見えにくかったですが、とても綺麗でした。波の音と合わさって、綺麗な星空を見ることができる最高の時間です。ハンモックエリアでは明かりが全くないので、より綺麗な星空を見ることができました。小浜島は星が美しく、このために訪れる方も多いです。ぜひ皆さんも堪能してみてください。それでは今日はもう部屋に戻って休みたいと思います。
はようございます。日の出に合わせてビーチで無料の体操ができたので参加しました。朝の5時30分頃なのでかなり眠いですね。参加者は結構多かったです。日が昇ってきましたが雲で隠れてしまっていますね。朝はかなり涼しく海風に当たりながら気持ちよく体操することができました。15分ほど体操をゆっくりしていきます。朝日が見えてきました。雲がどいてくれたのでなんとか見ることができました。とても神々しいですね。予約などは必要ないので皆さんも早起きできたらぜひ参加してみてください。それでは朝食を食べに行きたいと思います。朝食は夕飯同様ビュッフェ形式です。サラダ、島豆腐、ジーマミー豆腐なんかがありますね。ハッシュドポテト、ベーコン、ソーセージ、スクランブルエッグ、チキン、お漬物と白米、サバ、卵焼き、筑前煮などがありました。温野菜、オレンジやライチなどのフルーツもあります。コーンスープ、ハムとチーズ、ポテトサラダ、豆の和え物なんかがありますね。菓子パンの種類も多かったです。菓子パンからプレーンパンまで数種類用意がありました。デザートにヨーグルト、マンゴーがありますね。朝にも昨日と同じように小浜島ソフトがあります。こちらが名物の黒糖フレンチトーストです。その場で焼いたものを提供してくれます。一緒にホイップクリームなども添えられます。ポーチドエッグもありました。ドリンクはマンゴーやオレンジジュースがありました。牛乳とアイスコーヒー、ホットの飲み物は昨日と変わりませんでした。私はビュッフェ形式にしましたが、ランチボックスのようなもので海岸で食べることもできるそうです。綺麗な景色を見ながら食べるのもいいかもしれませんね。料理の味はどれも美味しかったです。ドリンクは以前マリア牛乳などが置いてあったのですが、なくなっていました。以前に比べて新しいものが入ったというより、若干いろいろなくなっていますね。こちらの黒糖フレンチトーストは相変わらず美味しかったです。ふんわりしていて、黒糖の甘さとクリームがよく合っていました。皆さんも試してみてください。残りを食べてチェックアウトの時間までのんびりしたいと思います。船の時間に合わせて港行きのバスが運行しています。お土産に小浜島の黒糖をいただきました。旅の思い出に持って帰りたいと思います。それでは今回のリゾナーレ小浜島いかがだったでしょうか。星空が素晴らしく南国リゾートらしいホテルでしたね。皆さんも石垣島を訪れた際は小浜島まで足を伸ばしてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。